すけです。ということで今回はなんとナースケのお家のルームツアーをやっていきたいと思います。ちょっと前にルームツアーを行ったんですけれども、いろいろと時間を重ねるごとにやっぱり部屋の中も結構いろいろ変化が出てきてると思うんですよね。プラスでやっぱりもう少しで一人暮らしを考えてる方とか東京に住みたいなって方に対して僕の家っていうのは東京で、家賃がもうかなり低い方6万円ぐらいなんですけど、地区がめちゃくちゃ古いんですよ。僕のお父さんぐらいお父さんはめちゃくちゃ古いって言ってるわけじゃないですよ。本当に僕のお父さんと同じ年齢ぐらいの築年数で、結構その築年数って古めじゃないですか。そんな中で6万円でどういうお家に住めるのかっていうのと、僕が住んでてどういう風に生活してるのかっていうのを今回は撮影していきたいなと思っております。僕ん家本当に古いので最初に言っておきます。結構閲覧注意の場所もあります。はい閲覧注意もあるし、あんまり見せたくないところも結構あるんですけど、ちょっと正直に見せて、実際リアルな東京ってどんな感じの暮らしなのかっていうのを僕の動画で伝えられたらなと思っております。やっぱ一人暮らしをするには結構いろいろ条件とかってあるじゃないですか。お風呂とトイレ別がいいとか、鉄筋コンクリートがいいとか、日差しがあった方がいいとか、いろいろあると思うんですけれども、僕の家っていうのはほぼみんなが満たしたい条件を満たしていると思っておる。皆さんがどういう家を求めているかっていうのは人によってかなり違うと思うんですけれども、結構いろんな条件が揃ってるんですよ。まず1階じゃないアパートとかの1階ってあんまりどうかなとかって思ってたところもあって、で1階じゃないところがいいなって思ってたんですけど、まず1階じゃないっていうところ、そして鉄筋コンクリートなんですよ。鉄筋コンクリートで隣の部屋とかにも音が響きづらかったりとか、あとは内装がすごい新しくなってるリノベーションとかって言われてるんですけど、リノベーションされてたりとか、いろいろ条件が揃ってるんですよ。なのでそういうのも踏まえつつお話ししていけたらなと思います。では行きましょう。ではまず僕がいつも撮影しているこの背景なんですけどもテレビ台があります。これはちょっとドンキで買ったんですけど、テレビ台とちょっと大きめの32インチかなのテレビがあります。テレビ見ないんですけど実家にあったテレビを持ってっていいよということで持ってきました。あとは視聴者さんからいただいたタオル、高級タオルをいただいたんですけど、そのタオルの入れ物っていうのが可愛いので中にハンドクリームとか入れてたりとかいろいろ入れてます。ハンドクリームだったり、これなんだろう、マウスウォッシュとか、あとはこれもボディクリームとかが入ってるのかな。これお家にあったら可愛いもんね。なんで捨てずに取ってあります。あとはこの中は視聴者さんからの手紙なんで、これはちょっとあんまり見せないようにしておいて、それとここには雑貨類が結構バーンと入ってます。あとは休日の1日を撮った動画とかで紹介したんですけど、こういう皆さんからいただいた絵とかっていうのもアルバムにして置いてあります。これはもうモチベーション上げるよ、今日作りました。あとこの中にはレシートとかいっぱい入ってます。領収書とか。ここはもうそんな感じ。結構でも重要ですよね意外と重要ゾーン。そしてここにいっぱいお酒とかいっぱい並んでたりするんですけど、僕はあんまお酒飲まないんで友達が来た時とかに一緒に飲んだりしてます。メリケンさんもこっちにはちょっとヨガマットとかもありますね。オンラインサロンでズームトレーニングみたいにやるときにこれ使いました。こっちはもう完全に押し入れなんですよ。こっちは裏にトイレがあるので、トイレがこっち出っ張っててあんまりスペースがないんですよね。ほらギューっていうでしょ。こんな感じで洋服が置いてあります。今日畳んだんですけど、こんな感じで洋服が置いてあるのと、上はなんかいっぱいアウターがありますね。はい僕のお家は多分収納が多い方でこうやってバーって置いてあるんですけど、ダメだったところ、こう失敗したなっていうのはここがちょっと微妙な高さにあるんですよ。これなんで上突っ張り棒見えるかな。自分で突っ張り棒を作ってコートとかかけられるようにしたんですけど、なんせコートが下についてしまってすごいシワになるやんっていうでもそこまで気にしてないです実はこんな感じで、よくここが汚くなるのでたまに整理してメンテナンス、かっこよく言うとメンテナンス、かっこ悪く言うとこっちにはソファーがあります。これは1万円ぐらいで Amazon で買った人をダメにするソファーなんですけど、こういうのでよくあとは今日買ってきた体重計がここにあって、体重計ピュッて出してすぐ測れるようにしました。これも便利ですよね。これ3000円ぐらいで買ったの。オムロンってやつ。ちょっと紹介し忘れた。お酒と反対側にあるところは化粧水とか、僕が結構推してる香水とか、こういうのがいっぱいあります。全部使うわけじゃないんですけどね。これは化粧水でシューってなるやつとかあります。基本的に
散らかってます。はい。で、反対側見ていきましょう。こっち側は結構 YouTube で撮影することが多いと思うんですけども、向こう側ってあんま見せないんですよね。なんでだと思います？なぜなら、汚いから。汚いんですよ。なので、あんまり見せてないんですけど、こっち側も見せていきたいと思います。で、その前に、僕がいつもこの使ってるテーブルですね。これとかは自撮り用のカメラ、こうやって持つやつなんですけど、あとは僕が編集してる MacBook とか、これは学生の時に自分のところに来た MacBook です。財布があったりとか、コーヒーがあったりとか、空でした。いろんな感じで、テーブルが置いてあるんですけど、これもドンキで買ったんですよ。ドンキで買ったのに、見てください。ちょっと最近できた。見てこれ、何ってこれ感じじゃないこれ。なんか調べたら、ちょっと傷が入ったら、そこに湿気とかが多分水とかが、こうやってバーってなると、テーブルが膨らんじゃうらしいんですよ。なんで、このテーブルにちょっとパキって傷が入ったんですよね。そしたら、ここめっちゃ膨らんで、もう最悪これ治んない。ちょっと、慣れてます。なえとる。ということで、こっち側に見せていきましょう。こっち側本当にね、ちょっと散らかってるんで、あんま気にしないでください。ドーンとこんな感じになってます、こっち側は。これは撮影用のライトがあるんですけど、他には冷蔵庫があったりとか、帽子が飾ったりとかしてますね。ちょっとゆっくり見ていきましょう。まずはいつもこれ、撮影で使ってるライトが、こことここに2つあります。これがほぼ部屋の場所を取ってるんですけど、撮影のね、質を上げられるならいいか。ここにシェイプティーが飾ってあったりとか、カメラの用品とかパソコンの機器とかが置いてあります。で、下ギューっていくと備品とかがありますね。こういう鏡とか、あとこれはアルバムなんですけど、これサロって書いてあるんですけど、これは僕がアカペラの時やってた時に組んでたバンドの名前で、バンドで作ったアルバムです。このバンドにはかなりちょっとお世話になったんですけど、なんといってもね、僕は音楽センスがほぼ皆無だったので、大変足を引っ張ってしまったんですけど、こんな感じで、この時からちょっと筋肉って書いてあってね、こっちはソファーの後ろ側の窓なんですけど、ここもね、やっぱり古さが出てて、ここのサックみたいなやつ、これ自分で100均で買って、これとかも100均で作ってきたんですよ。やばいでしょ？ないので、カーテンとか自作ほぼ。この向こう側に洗濯機があります。洗濯機は家の外にある。だから、逆に言うと、あんまり家の外は嫌だっていう人も多分いると思うんですけど、家の中を広く使うことができるので、かなりおすすめかなと思います。ついにこっちですね。ここには、いつ買ったかわかんねえけど、芸術的に並べられたトイレットペーパーと、